こんにちは、前世猫男です。いつもご視聴ありがとうございます。本日の動画はバリ島を初めて行く方に向けてバリ島の基本的な情報をご紹介していきます。この基本情報の中にはバリ島に関する簡単な知識であったり、現地で注意することやおすすめのことなど、そういったものを紹介していきます。バリ島といえば、美しいビーチであったり、由緒正しき寺院があったり、またインドネシア料理を食べれたりなどなど、いろんなことは体験できます。また人々がね、とても温かいので、その温かさにも癒されます。ではそんなバリ島、どんなところなのか、これから紹介していきます。それではレッツゴー。まずバリの基本情報からご紹介していきます。バリ島はインドネシアに属する島の一つでございます。バリ島の面積は約5780キロ平方メートルで、これは東京都の 2.6 倍相当です。人口は420万人で、東京都の約 30% ぐらいとされています。なので人口密度は東京都の9分の1ってことで、はるかに少ない数となっています。気候は年間通じて温暖な場所でもあり、平均気温が25度から29度ぐらいだそうです。ただね、正直それ以上超えてくる日も結構あります。バリ島は日本と違って四季ではなく、乾季と雨季の2つしかありません。で、乾季は4月から10月、そして雨季は11月から3月となっております。そして今撮影しているのが9月なので、ちょうど乾季にあたります。虫の声すごいですね。今ちなみにこれはバリ島のとあるホテルで撮影しております。公用語としてはインドネシア語がメインにはなりますが、観光地の多くの場所では英語が通じます。またバリ島では人口の 83.5% の人がヒンドゥー教を信仰していて、独自の独特な文化を形成されています。そしてバリ島に行くベストシーズンなんですけども、乾季の4月から10月になってます。で、特にその中でどこがいいかというと、4月から6月、ここがまず一つと、私が今いる9月が観光のベストシーズンとされています。この時期はね、晴れの日が多く、湿度も低めで過ごしやすい気候になっています。なので今9月なんですが、もう正直私からしたらめちゃめちゃ暑いです。湿度もまあまああるんじゃないかなって思うんですけども、意外とそうでもないらしいです。で、雨季は11月から3月になるんですが、その日本のように一日中ずっと雨が降るっていうのは割と少なく、突発的なスコールですね、豪雨がバーッとあるぐらいな感じで、それが上がればまたこんな感じで晴れてくるような感じになります。ざっと基本情報と気候について紹介していきましたが、続いてはバリ島に入国する際に必要な手続きになっていきます。バリ島に入国する際にはビザが必要になってきます。私が収録しているこの9月時点ではまだ日本から飛ぶ際はビザが必要になりますが、今噂では10月以降になると日本はそのビザの対象外になって、今までかかっていた52万5000ルピアが払わなくてよくなるような方向性に話がいってるようです。ただ明確な日にちは決まっていないようなので、これが決まり次第無料で行けることにはなります。ただね、まだ無料になる前までは費用として約5万2000費用として52万5000ルピア、日本円で約5000円ちょっとぐらいですかね、が必要になってきます。
で、また2024年2月から観光税という形で入島税がかかるようになりました。これは1人当たり15万ルピアになります。およそ1500円ぐらいになります。これは必ず支払いが必要になってきます。ただですね、今割とこの2月からスタートして結構見ていると、そのチェック自体はかなりルーズなようです。というのも、そもそもなんですが、その払ったか払ってないかのチェックが空港でないです。はい。これはびっくりしました。なんかてっきりどっか窓口で見せるのかなと思いきや、見せません。なので実際のところ支払わずに行ってる方々もいるんじゃないかなというような様子でした。でちなみに支払いはネットでまず最初に支払いをするか、もしくは現地の窓口でするかという2つのパターンになります。私はですね、最初のそのネットでの決済でバリに行く前に支払いをして、その支払い証明書をスクリーンショットして撮っておきました。で、2番目、もし現地でやる方はですね、こちら、この写真にあるここの窓口でやっていただくとスムーズにできます。ただ現地でやるとその分ちょっと時間がかかっちゃうので、これは事前に入国する前にやっておきましょう。で、同じくですね、入国前にするべきなのは、全館申告書ですね。こちらはもう紙ではなくスマートフォンでするような形になります。で、このスマートフォンでしたものを現地の空港で見せる形になります。で、またですね、この8月の後半からバリ島入国際にさらに一つ申請が加わりまして、サル痘になります。MPOX というものですね。ちょっと感染を広がるリスクを考えて、こちらの申請が必要になりました。これはどの国から飛ぶ際にも必要になりますので、もちろん日本からバリ島へ飛ばれる際は、この申請が必要になってきます。簡単な健康調査のチェックになりますので、こちらも2、3分で終わります。一応詳細はこんな感じでここで載せておきます。続いてはバリ島の治安や、注意点に関することです。バリ島はね、比較的治安は他の国に比べていいです。かなりいいです。同じインドネシアでもジャカルタはやはり治安はそこまで良くなく、たまたま私がね、サヌールでタクシーをチャーターした際に、そのドライバーさんが、ジャカルタ出身だと僕はと。で、バリ島に来たのは4年前なんだけど、もうバリ島とジャカルタ比べたら全然違うと。ジャカルタは鍵つけずにバイク放置してたら5分で取られた。なんていうことも言ってました。これは多分本当の話だと思います。だから鍵は絶対かけないといけない。ただバリ島に来たらそんなの気にしなくてもいいよっていうぐらい割と治安はいいよっていう話はされていました。ただですね、そんな治安のいいバリ島ではありますが、やっぱりね、観光地に行くと、観光客をターゲットにした、そういったね、ひったくりであったり、盗難っていうのは、あります。ただですね、その点は注意しておけば、その治安の悪さっていうのは一切ありません。比較的治安のいいところではありますが、海外では特にあるのが、ひったくりであったり盗難ですね。このあたりは、バリ島でも気をつける点ではあります。特に観光地、マーケットとかですね、どうしても周りに夢中になってしまっている時にすられてしまったりとかっていうこともありますので、貴重品とか肌身離さず、できればね、ポケットじゃなくウエストポーチとか中にしまえるようなものがあると便利かと思います。で、バリ島はですね、その他にちょっとここの言いづらい部分ではありますが、薬関係もどうやら売買があるようです。私は実際現場を見たことないんですが、他の方の動画を見てたらそういったのがちょこちょこあるみたいです。そういった方々に近づかないように皆さんお気をつけください。
続いてはバリ島の交通手段および交通状況について紹介していきます。バリ島はですね、交通渋滞ひどいことでとても有名です。特に観光シーズンとかですね、朝夕のラッシュ時の移動時間はとてもかかります。で、私がサヌールからこのウブドに来た際も、もう渋滞にはまってしまって、約1時間50分ぐらいかかりました。本来であれば1時間ちょっとぐらいの距離で行けるところが、プラス3、40分かかってしまったっていうのがありました。で、実際バリ島はですね、信号があまりないです。もうほとんどないって言った方が正しいかもしれないです。なので、譲り合いみたいな感じで、大きいところでは、警察官がこう誘導してこっち行けあっち行けっていう感じで誘導されてるんですが、ほぼ人力なので、日本みたいにこっちがある程度行ったからこっちが今度とかっていうのも見てる感じあんまりなさそうです。ただそんな交通状況ではあるんですが、意外にも事故率は低いそうです。大きな事故があったっていうのは前回1月にも来たんですけども聞いてなくて、こんな交通状況で事故ってないんですかって当時チャーターしてたねタクシードライバーさんに聞いたら、あんまりないかなっていう驚きの発言をされてました。さあ、そんな交通状況でもあるんですが、移動手段としては、もし長距離を移動される際はカーチャーターをおすすめします。私の場合はサヌールからウブドまではグラブタクシーというアプリを使いましたが、インドネシアはその他にもブルーバードとかですね、他のアプリもあります。そういったね、ちょっと長距離の移動の時は車で移動することをおすすめします。もしそれに観光地を回りたいというオプションをつけたい場合は旅行会社さんに依頼することをおすすめします。私がおすすめしている旅行会社というか、そういうカーチャーターの会社さんはちょっと概要欄に載せておきます。はい、私が以前使った会社さんになるんですけども、日本語が全然できる方で、各観光地をねいろいろ紹介していただきました。で、またね、この方もおすすめです。はい、命の恩人、そして私のチャンネルの中で一番再生が伸びている動画のメモリーを入ったのを日本まで届けていただいた方です。この方はですね、カーチャーターをしている方で、なおかつ日本語もバリバリできます。こういった方々にねお願いすると、意外にその王道の観光地もいろいろ巡ってくれるんですが、穴場の観光地とかも聞いたら紹介してね連れて行ってもらえたりすることもあるので、もしねその移動だけじゃなく観光もしたいよっていう方はぜひねこのカーチャーターの、観光付きでできるところを探してみてください。で、もしね移動だけの場合はグラブタクシーであったりブルーバードなど使ってみることをお勧めします。ただね、私はすいません、ブルーバードまだ一回も使ったことがないので、一番ね、説明が多い、ネット調べるとね、いろんな説明が出てくるの多いグラブをお勧めします。特にね、トラブルは大きなのは私は遭遇したことはなかったです。で、唯一ね、ベトナムの時に全然自分の配車したタクシーと出会えなくて、違う人に声かけられて乗ったら全然違ったっていうそれだけなので、グラブタクシー使う際はちゃんとナンバー見てください。友達が車が事故ったから来れなくなったとかいう嘘も全然ついてくるので、インドネシアではそれは絶対ないんですけども、もしねバリ島で使われる際は、あくまでも配車したらそのナンバーを見てください。でね、今回ちょっとバイクタクシーをちょこちょこ使ってるんですけど、ナンバープレートが違ったりしてて、私は聞き返したことがあるんですけども、バイクだとどうやら乗り換わったら、もちろんその、ナンバープレートも変わるんですけども、それが
グラブのそのね、データの中では反映されてなくて、あれってこう見ながらやってたら、向こうの人が、誰々だよねと、私の名前言ってくれて、そうなんだと思って、で、なんでって聞いたら、ごめん、ちょっとバイク新しいのに変えちゃったんだ、なんていうことも言ってたので、そういうことも稀にあります。で、近距離でもし移動する場合は、バイクタクシー一択です。特に今いるこのウブドは、車がほとんど動きません。渋滞がひどすぎて動きません。なので、その渋滞の合間を縫っていけるバイクタクシーがおすすめです。ただね、これは一人旅ながらいいんですが、2人とか3人になっちゃうと、バイクタクシーの場合、1人ずつ乗らないといけないので、3人だったら3人それぞれがちょっと配車しなきゃいけないということになってしまいます。なので、そういった場合はね、各々で登録するというのはなかなか大変ですし、なおかつ、初めての方だと、やっぱりね、ちょっと躊躇しちゃうと思うので、ウブドに限っては歩けるところは歩いた方がいいかもしれないです。ちょっと初心者、初めての方にはハードルが高いかもしれないんですけども、ぜひね、グラブタクシー使ってみることをお勧めします。交通手段として一番メインにはなってきます。続いて、バリ島に持っていくべき持ち物っていう形で、当たり前ですが、まずパスポートは絶対です。その他にね、必要なものっていうのはもちろん現地で買えるものはほとんど買えます。日焼け止めとか虫除けスプレーとかその辺は全然買えますが、これがいいっていうものがあればそれを持ってきてください。で、あとホテルによっては、シャンプーとかボディーソープとかがないホテルもあります。で、高いホテルになるともちろん備え付けとかはあるんですが、例えばちょっとね、安いところとかに泊まるとそういったのはなかったり、あと歯ブラシとかね、日本のビジネスのホテルに置いてあるものが置いてなかったりっていうこともあるので、もしね、あんまりね、旅も慣れてないなっていう方は、もう自分が家で使ってるものをそのままパッキングしてスーツケースにぶち込みましょう。それが一番安心です。で、あとはですね、寒さ対策として長袖のシャツとかですね、パーカー1枚持ってくることをお勧めします。というのも、外は割と温暖であったかいんですけども、店内が激寒なとこがあります。めちゃめちゃ寒いとこはあります。で、そんなね、寒いとこで凍えながら食事をするなんていうのはもう過酷なので、1枚羽織るものは絶対持ってきた方がいいです。で、あとですね、上もそうなんですが、下の方の、特に男性はハーフパンツとか、暑いんでね、そういうのでたくさん持ってきがちなんですが、その中に1枚ちょっと長めのね、パンツも持ってきてください。で、女性もね、スカートとかね、短いのをね、履かれる方は、ちょっと長めの丈のパンツを一つ持ってきてください。で、これがなぜ必要かっていうと、お寺によってはですね、ハーフパンツや肌を見せた服装っていうのが NG なところがあります。で、実際私もね、電波サール巡ってる時に、そういったお寺に遭遇したんですけども、そういったお寺の際は、もうレンタルで向こうで腰巻きのようなものをですね、レンタルするような形になります。で、いちいちレンタルしてると結構値段もかかってくるので、それだったら、そこに引っかからない長ズボンを着用すると、費用もかからずにお寺を見学することができます。あとはですね、現金も多少やはり持ってくることをお勧めします。クレジットカードでね、キャッシングするっていうこともできるんですが、なかなかね、初めてだとあたふたしてしまうことも多いので、ある程度日本円を持ってきて、現地、こっちのバリ島では両替所がいっぱいありますので、そこで日本円から現地のですね、ルピアに、両替することをお勧めします。そこからちょっと話を
派生して、両替に関してなんですけども、両替自体は、日本でルピアに変える必要は全くありません。というのもインドネシアのバリ島に空港に着いた瞬間、荷物を受け取って出ると、その先に両替所が何箇所かあります。そこで両替をまず少額でもいいのでしておきましょう。というのは例えばホテルから送迎があるようなプランを予約されている場合は空港で待っててくれると思うんですが、例えば送迎のないホテルに宿泊するときは自力でそのホテルに行かないといけないので、例えば、グラブを使うなり、空港にいる人の勧誘で乗ったりとかもしする場合はすぐにねルピアが必要になるので、少額でもいいのでそこで両替することをお勧めします。さあ続いてはバリ島のおすすめ観光スポットというので、これはすいません、ちょっとね数が多すぎるので各ね地域ごとでちょっとずつ区切って簡単に紹介していきます。でまず私が今撮影しているこのウブドですが、有名なところで行くとウブド王宮、王家の方が以前住まれていた、で現在もその一部の方が住まれている神聖な場所。そして、下の方、王宮から下の方に行くとですね、日本ではモンキーパークっていう感じでねあるんですけど、こちらにもリアルモンキーパークがありまして、モンキーフォレストっていうところがあります。こちらは1000匹以上の猿がいるという場所でございます。非常にね前回行って面白かったです。あとは、バリ島といえばっていうのでね、よく観光雑誌のここの表紙に出てくる大きなブランコ、あれをやってるのがタナデンではあるんですけども、あれはウブドの北部の方にあります。ちょっといい写真撮りたい、日本では経験できない非日常を味わいたい、そんな人はそこがおすすめです。さあ続いて今度サヌールです。こちらはですね非常に穏やかなビーチリゾートでございます。おすすめスポットとしては、すいません、こちらの動画たちを見てください。ここで紹介してます。サヌールは割と穏やかに過ごすとこではあるんですけども、こんな形で観光地もいくつかありますので、ぜひ巡ってみてください。まさかの2箇所だけ紹介してなぜか動画が終わってしまったので、この後すいません、アフレコでお届けします。ということで続いてはクタになります。こちらはですねサーフィンスポットとして非常に有名なところでもあります。でもその他にですねショッピングとか、あとクラブ街とかもあるので、そういったナイトライフも充実しています。おすすめスポットとしてはクタビーチ、こちらはサーフィンする方もそうなんですけども、しない方も非常におすすめです。あとビーチウォークショッピングセンターですね、こちらでは何でも購入することができます。そして最後にウォーターボムバリということで、これ巨大なプールになっていきます。続いてはスミニャックです。こちらはですね洗練されたおしゃれなエリアでございます。おしゃれな店が多めなので、そういうの好きな方は非常におすすめです。おすすめスポットとしてはダブルシックスビーチ、こちらでのんびりすることができます。またカユアヤ通りではいろんなおしゃれなレストラン、ショッピングなどなどができます。で、同じくショッピングが好きな方はスミニャックスクエアもおすすめします。続いてはレギャンです。こちらはクタとスミニャックの間に位置する場所にありまして、非常に活気あふれる賑やかなエリアです。おすすめスポットとしてはレギャンビーチ、プナタランジーン、そしてレギャン通りでございます。続いてはチャングーです。こちらはですね最近人気急上昇のトレンディーなエリアです。有名なビーチクラブがあるっていうので、そういうのを好きな方が集まっていたんですけど、最近は全然違ってきて、また活気がすごいです。おすすめはフィンズビーチクラブ、そしてエコビーチ、あとですねラブアンコールっていうですね手作りのものが売っているマーケット、そして最後に超おしゃれなペニーレーンです。そして最後にウルワツです。こちら断崖絶壁にある
ウルワツ寺院がとても有名です。その他はですね、ビーチがたくさんあって、そこでのんびりするというような地域です。おすすめスポットとしては、ウルワツ寺院。こちらでケチャを見るのをおすすめします。あとは夕日を見ながらロックバー。そして GWK カルチャーパークっていうところがあります。これはですね、私も行ったので、また改めて動画にします。そしてビーチで有名なのはパダンパダンビーチ。こちらは映画のロケ地にもなっております。以上、簡単にバリ島のおすすめスポットを紹介していきました。さあ、続いてはですね、バリ島の食事になります。バリ島といえばですね、やっぱりナシゴレン、ミーゴレンといったものが有名ではあるんですけども、そういったね、ローカルの料理もあれば、やはりですね、欧米の方が観光客として多いので、割とグローバルな料理も実際のところ多いです。で、ローカル料理で申し上げたのは先ほどのナシゴレン、ミーゴレンっていうものがあるんですが、私がよく動画で食べている焼き鳥のようなもの、あれはチキンサテと言います。で、あとですね、屋台で食べたまるでラーメンのようなもの、あれがバクソーという料理になります。で、あちらはですね、インドネシアのいわゆるローカル料理で、有名なものの料理になります。ちょっと滑舌悪くなってきたので、オーツミルクいただきます。美味しい。はい。ということでですね、そんな料理たちがあります。ただですね、バリ島でそういったインドネシア料理ばっかり食べてると多分飽きてきてしまうこともあると思うので、そういった際にはね、イタリアン、フレンチ、あとはね、アメリカンなハンバーガーなんていうのも全然お店にありますので、ぜひね、いろんな料理ね、食べていただくことが一番いいと思います。で、何よりね、日本よりもお値打ちで食べれる店もあるので、そういった店を探して食べてみるのも一つの旅の醍醐味です。この紹介も終盤に差し掛かりました。そして最後に紹介するのは、衛生面に関する注意点になってきます。バリ島でね、楽しく過ごしたい方については一番ちょっと重要なことかもしれないので、ぜひここはね、しっかりと聞いていただきたいんですけども、4つの項目に絞って紹介させていただきます。まずですね、お水関係なんですが、バリ島の水道水は飲むのには全く適してません。はい、飲んでしまうと日本と違って腹痛であったり、そういったですね、危険性もございます。なので飲む際は必ずミネラルウォーター買いましょう。で、こんな感じで売っております。なのでこういったのをコンビニとかスーパーで必ず購入しましょう。で、私は歯磨きの際は水道水を使わずにこういったペットボトルからうがいをするようにしています。やはりね、水道水とかは、正直あんまり私は海外は信用してないです。日本がね、本当にすごすぎて水道水全然飲めるっていうぐらい綺麗な水に対して海外ははっきり言ってそうでもないです。ただね、一部ちょっと例外があって、こちらの動画、このホテルですが、このホテルはすごくて、このプールの水も飲めちゃうっていうぐらい、一切添加物使用していない綺麗な水を提供されています。なので、水道水とかは使わずに必ずミネラルウォーター使いましょう。あとはですね、レストランの氷とかもたまに当たっちゃうこともあるので、もしね、氷がいらないとかになれば、もう氷を使わずに、そのままドリンクを飲むっていうのも一つの対策になるかもしれません。で、あとですね、バリ島だといろんなミネラルウォーターがコンビニスーパーに売ってるんですが、これもね、多分日本人に合う合わないっていうのがあります。その硬水軟水っていうものなんですけども、私はあまり気にせずにね、飲んでたらね、これが水の影響なのか、はたまたね、ワルン、
バリ島でいう食堂でご飯をずっと食べてたので、それが当たってしまったのかわかんないですけど、現在私撮影してる今、ちょっと腹痛に悩んでおります。はい。なので、水いっぱいある中で何がおすすめなんだっていうと、こちらのアクアでございます。これね、すごい飲みやすくて、こちら軟水なんですけども、日本人に最も合う水になります。ちょっと喉渇いたから飲みます。美味しい。はい。すごい宣伝みたいになっちゃったんですけど、美味しいです。水に困った際は、ぜひこのアクアを買ってください。そして続いての項目は、食品衛生というので、初めての方でしたら、できれば生野菜とかね、サラダ系は少し避けてもいいのかなとは思います。やはりね、レストランとかなら全然いいんですが、せっかくバリに来たなら、ワルンとかね、そういったローカルなところで食べたいっていうのもあると思うんですけれども、なかなか初めてだとね、いきなり摂取して体が受け付けないってこともあるので、ちょっと生野菜とかは気をつけながら、食べる食べないは、皆さんがご選択していただくと思うんですけども、注意しながら食べられることをお勧めします。できればですね、加熱したものが一番安心です。で、あとは私がたくさん食べたいわゆる食堂ワルン、そこではね、ナシチャンプルっていうね、いろんなものの詰め合わせ弁当みたいなのがあるんですが、それも美味しいです。ただね、その中でもね、辛かったりとかね、ちょっと生っぽいものもあるので、そういうのを食べる際はお気をつけください。ワルンの自体を否定しているわけではなく、あくまでも皆さんのね、体が第一になってくるので、注意しながら食べていただくことをお勧めします。いや、私もね、ワルン大好きでね、いろんなワルン行って、いろんなナシゴレン、ミーゴレン、そしてナシチャンプルと食べてきたんですけども、まさかね、バリ島今回2回目で、東南アジアよく巡ってる私でもあるんですけども、お腹壊しましたね。きついです、正直。1日寝込んじゃったので、もったいないですよね。で、ご飯もまともに食べれないので、バリ島の良さが半減しちゃう。続いては虫除け対策です。で、私は虫除けスプレーとかそういったの一切持ってこなくて、今回現地入りしてしまったんですが、見事にそこら中させました。なのでもし来られる際はぜひ持ってきてください。虫除けスプレーとかね、そういうのあるとね、非常に便利です。というのは刺されてね、単純に腫れたとかね、かゆいとかその程度で済むならいいんですけど、もしかしたらね、ちょっと違う病気にかかってしまうこともあるので、もし持ってこられるなら絶対持ってきてください。はい、私は多分ね、この足首とね、膝あたりはね、噛まれてます。嫌っていう感じですね、私は。はい。では最後にですね、体調っていう部分でですね、ここの項目では、やはり薬は持ってきてください。日本の薬を持ってきてください。で、なぜ日本の薬がいいかって言ったら、そもそも薬の精度がめちゃめちゃいいです。そして安価です。そして安全です。はい、こんなにいい薬はなかなか海外にはないです。なので日本で風邪薬とかね、胃腸薬とか、あとは整腸剤とかね、その辺はぜひ持ってきてください。実際私は風邪、結局腹痛から発熱になってしまったんですけども、日本から持ってきてた薬がまたちょっとね、弱い薬でね、なかなか効かなかったんですよね。せっかく持ってきたのに。
なんでこの中途半端なやつを持ってきちゃったんだろうっていうので、結局現地のドラッグストアに行って、で事前に調べた薬をこれどこに売ってるっていうのを見せて買ってきたんですけども、正直ね、現地の薬は結構強かったりします。だから日本人にとっては必要以上に効いてしまって、逆に体に負担かかってしまうリスクがあります。なので熱は下がったけど胃が痛いとか、逆にそれがお腹に来ちゃってちょっと下痢になってしまうっていうこともあるので、もう薬とかね、持ってこれるものは持ってきましょう。私も散々旅してるんですけども、薬持っていかなかったことがねないんです。ただ持ってきてる内容がしょぼかったりして効かなかったりしました。ちゃんとした薬を持ってきましょう。はい、ではバリ島の紹介をしていきました。いやー、ちょっとね、たくさん説明しちゃったからね、私もちょっと疲れました。ね、最初は前のめりに話してたんですけど、すいません、もう最後は背もたれに背をつけさせていただきました。でね、バリ島は正直言うと、めちゃめちゃおすすめです。なかなかね、コロナ前は結構観光客がいたっていうのは現地のね、その知り合った方々に聞いたんですけども、コロナ以降はなかなか日本の方がね、来られていないと。理由としてはいろんな理由があるかと思うんですけども、そんな中でね、できれば、一回来てほしいです。何がそんなにいいかっていうのはね、私が動画をたくさん上げてるので、それを見ていただけたらね、多少でも伝わると思うんですけども、正直言います。すべていいです。ね、私は結局、合計で3週間このバリ島にいました。いやー、こう考えると、渡航回数はタイが圧倒的に多くて7回なんですけども、滞在日時で言うと、バリ島と同じぐらいなのかなっていう感じです。多少ちょっとタイの方が多いかなとは思うんですけど、それぐらいね、私は東南アジアいろいろ巡ってるんですけども、バリがいいですね。すいません、語彙力はないんですけども、本当にいいです。その観光地を除いても、料理は素敵ですし、何よりね、人の温かさですかね。優しい。本当に。人を騙してやろうっていう人がほとんどいないです。やっぱり他の海外、国行くと、一定多数そういう人はいます。どの国もいるんですけども、バリ島はやっぱり比較的そういうのが少ないかなと思います。私はそういうところに惹かれたのかなと改めて実感しています。ただね、3週間にもいるにもかかわらず、インドネシア語、あんまり喋れません。ただ皆さん一つ、これだけ覚えておいてください。テリマカシー、これだけは絶対覚えておいてください。意味はありがとうっていう意味です。なので何かしてもらった時には、テリマカシーってやると、向こうの方も喜ばれます。で、向こうの方が様々って言われると思うんですが、それはどういたしましてという意味合いです。逆で、こちら側が全然使ってもいいです。向こうがテリマカシーって言ったらこっちもテリマカシーで、全然ありです。これ一つ覚えるだけでね、やっぱり向こうの方の反応がすごく変わります。あとは、すいません。私全然わかりません。長くなりましたが、バリ島の基本情報について紹介してきました。この動画が皆さん役に立ったよという方は高評価ボタンポチッと。そしてね、何かコメントもいただけると大変嬉しいです。そして最後に皆さんチャンネル登録だけお願いします。これからね、いろんな海外に巡っていく様子をお届けしていきますので、
ぜひね、その動画を楽しみにしていただけると嬉しいです。目指せ1000人。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。